今日は手裏剣の同時打ち2本、ないしは3本、複数本を同時に打つ、この同時打ちをやって遊んでみようかと思います。でこの同時打ちなんですけれども、やってみると非常に多くのメリットがありますので、私はおすすめしている練習方法です。持ち方ですが、1本の時と、2本3本ぐらいまででしたら1本と同じ感覚で私は持ちます。まず2本でやってみましょうか。1本の時に例えば中指だけで、中指に乗せて手裏剣を打つ人の場合も、2本でしたらもう太さによりますが中指でも持てるかもしれません。ですがちょっとばらけやすくなると危ないので、一応人差し指は添えるような形なので、人差し指と中指ぐらいで軽く添えて持つような持ち方、この持ち方で持つことが多いです。3本まででしたら同じ持ち方で打てます。この辺はね、手裏剣の長さとか太さにもよりますので一概には言えませんが、2本程度でしたら1本と同じように持てます。そしてそれが意外と大事な点です。2本ずつ打ってみたいと思います。2本を同時に打つこの打ち方なんですけれども、流派によっては両目の感覚に揃えろと、要は両目を同時に狙いなさいと教えるところもあります。意外とこの2本の手裏剣の感覚を揃えるっていうのは難しい作業だと思います。ただ私自身は、手裏剣を例えば武器として捉えた場合なんですけれども、同じところに複数本集まるよりも散った方が狙いにくいんじゃないかなと考えていたりもします。ですがなるべく同じところを狙う。今ちょっと離れてしまいましたけれども、例えば今打ったものですね、正確に感覚としては両目ぐらいなのかもしれませんが、ちょっと上下にずれてしまってます。これを揃えるっていうのは非常に難しい作業だと思います。複数本持っていたとしても1本この気持ちで打つと揃いやすいです。ちょっとまだこれも高さがずれちゃいましたけれどもね、これは3本でも同様です。3本の時でも1本と同じ気持ちで打つ。そうすると成功確率は高くなると思います。刺さりやすくなるというか、1本だけ持っているイメージなんですけれども、これを1本持っているというイメージでもいいんですが、この2本分に相当するような、例えばこういう大型の手裏剣を1本持っているイメージ、もしくは、私の場合幸いこのナイフが手元にあるので、こういうスローイングナイフをこの極端に大きいものを持ったと思って、こういう1本を持つイメージですね。つまり太さも太くなりますけれども、重さも当然あります。その重さを使う、重いものを打つ動きっていうのがやはり肝要なんだと私自身は思ってます。つまりこれを1本持っているイメージというよりも、もっと
大きくて重いものを1本持っているイメージ。こういったものを持つイメージで持つと成功しやすくなります。それとこの練習なんですけれども、手裏剣の一本一本に神経が行き渡る感覚があります。途中でこうばらけないようにしっかりと持たなきゃいけない。でもしっかりと持つといっても強く押さえすぎると、先ほどお話をしたようにばらけたり、もしくは刺さらなかったりします。なので手の押さえ方、これもグリップ圧っていうんでしょうかね、この手の圧力、これは極力ソフトに柔らかく、これ以上柔らかく持ったら落ちてしまうんじゃないかなと思うぐらいの感覚で持っていただいた方がいいです。柔らかく持つ、そうすることで重さもよく分かりますので、柔らかく持って一本の大きい重い手裏剣を持っている気持ち、その気持ちで打つと成功しやすくなると思います。これやるとね、本当に手の内がとても良くなりますので、私はおすすめの練習です。左手でもこの練習をします。やはり余分な力を抜きたいっていうことと、体にきちんとしたフォームを教え込むために、こっちの方が余分な力がないから揃ってるんですよね。例えば手の力が抜ききれないとき、手にどうしても余分な力が入っているなと感じるときは、この練習を私もよくやります。片手でカメラを持っています。この状態でやってみたいと思います。なるべく1本の手裏剣を持っているイメージで、1本の重くて大きい手裏剣を持っているイメージで打ちます。というわけで今日は手裏剣の同時打ち、これをやって遊んでみました。途中お話をしたんですけれども、この練習をするとやはり手裏剣の一本一本に神経が行き渡る感覚があります。1本持っている気持ちで打ってくれと何度も言ってますが、実際にはやはり2本持っているっていうのは体がちゃんと分かっているので、この2つに均等に重さを加えるように体は打とうとします。それをあくまでこういう重いものを1本持っている感覚で、これと同じ体の使い方で打ちたい、手先の操作ではなくて体で打つためにこういう練習をすると非常におすすめです。やはり跳ね返りは気をつけてください。1本だけがちょっといつもと違うように当たると、やはりいつもと違うように跳ね返ってきます。ですので練習をするときには十分に周りに注意をして練習をするようにしてください。もし何かこのように興味のあることであったり見てみたいことありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。